住民登録もして、BSN ナンバーも取得してやっと銀行口座を開設することができました、アップデートだねで今回は私たちがどの銀行口座を選んだかっていうのと、なんでその銀行口座にしたかっていうのを話していこうかと思います。まずなんで銀行口座が必要だったかの必要性。そうだね、自分たちの生活に一番直結するところでいくと、日本にあまり馴染みのないマエストロカードっていうのが、主流なオランダの生活の中で、ピンカードと呼ばれるマエストロカードの、カード会社のデビットカードだよね、支払い時にピンナンバー打ってっていう、そのマエストロカードがないと生活が不便だねっていうのがあって、で現にそのちっちゃいコーヒー屋さんとか、洋服店とか、あとは本当にマーケット、土日とかに開かれるようなマーケットでのものの売り買いだったりっていうところが、規模が小さければ小さいほどピンナンバーオンリーとかって書いてある場所があるように感じてて、自分たちが生活してて、で自分たちがね毎回その大きいスーパーとかに行くんだったら、ワイズカードとか現金でなんとかしのげてきてたんだけど、やっぱりオランダ生活するならそういうちっちゃいコーヒー店とか、なんかもっとね不自由なく生活したいっていうのがあって、なかなかそのオランダ生活での外での買い物、スーパーとか必需品の買い物とかじゃなく、楽しむための買い物がまだできてないんだよね。あとは本当場所によって髪切るのもピンナンバーじゃなきゃダメだったりとかがあるから、とにかくそのマエストロカードを作りたいねっていうのが、銀行口座を作りたいっていうところの第一にあって、でただ BSN って呼ばれるその個人番号、住民登録番号がないと作れないっていうのが現状あって、3ヶ月4ヶ月は現金ワイズカードっていう形でしのいできたけど、どこの銀行を開けようかっていうので、もともと住んでた場所の近くにING って呼ばれる、オランダの大きい大手が3社ぐらいあるのかな、そのうちの一つの ING っていうオレンジ色の会社のカードをスーパーで使ってる人が多くて、そこで作ろうかなんて言ってたけど、最初に近くにあった支店に行った時は作れなかったんだよね。そう、なんか RNI でもともとね BSN も早めにゲットしてたから、取れるっていう話ではあったけど、実際何に使うのって言われた時の必要性が自分たちになかった、ただ今となれば、例えば仕事を取るにしても給与の振込先オランダの銀行がいいよねとか、銀行口座を開く理由っていうのがだんだん自分たちの中でも見えてきて、でただね、その運がいいのか悪いのか、仕事をゲットできましたと、仕事をゲットできました、給与の振込先を伝えなきゃいけませんっていう時に間に合わなかったんだよね、銀行口座の開設が。とりあえずワイズの銀行口座だけ伝えておいてっていうやり方をしてるけど、ワイズはベルギーになるのか、IBANコードがベルギーだったんだよな確か。オランダの銀行口座を作りに行かなきゃいけない、作りに行きたい、銀行口座を開けたいっていう意思を伝えに行くために窓口に行くにも予約が必要なんだよね、前一回飛び込みで行った時はそうやって注意されちゃってっていうのもあったから予約しなきゃいけないけど、自分たちが住んでる近所でまずそれがなくて、今、ING がなくて、で行こうとすると平日のどこかに予約をしなきゃいけない。で一番気軽に行けるかなって思ったところは予約が2週間先だったりっていうのがあって、 ING 以外を探さなきゃいけないっていうのがまず出てきて、支店に行くっていうのが
現実的じゃないなってなった時に、オンラインで口座開設できる銀行を探したんだよね。でオランダの銀行だと ABN アムロっていう大手の銀行と、あと選択肢としては他のオンラインバンクバンキューっていうのかバンクなのかっていうのと、あとはドイツが拠点の N26 っていう銀行、オンライン銀行があって、そのあたりを検討していたけど、その給与の受け取りだったり、他にいろいろこれから銀行の口座を使うってなった時に、オランダの IBAN コードを持つ銀行を持っていた方が後々面倒なことにならないかなっていうのが一つあったのと、あとはワイズを日本にいる間に開設した以上、似たような口座を持つ必要ないかなっていうのも理由の一つ。マルチカレンシーが保有できる銀行としてはもうワイズを2人とも持ってたから、で今現在必要な用途だけに絞るのであれば、そのオランダで受けられるサービスとの連携だったり給与の受け取りっていうところを考えた時に、例えばそのドイツの N26 っていうその手数料かからないとかがあったから、それを代わりにやって、例えばオランダの OV チップカードと連携ができませんとか、わからないけど、そういう不都合が出てきた時に結局またオランダの銀行をもう一個開けてっていうってやると、オランダの銀行って基本的に月額で利用料がかかるから、そういう意味ではオランダからもし出るってなった場合は閉じなきゃいけないから、その手間を何箇所も銀行を開けて全部閉じてってやるのが面倒だったから、だったらもう最小限の1箇所で全てのニーズを満たせるものっていうので大手だけに絞ったんだよね。じゃあ大手の銀行にしようってなった時に ING か ABN アムロか、あともう一つラボバンクだっけな、名前忘れちゃったけど3つあるうちの ING は支店に行かなきゃいけないから、ちょっと今すぐに開けるのは難しそうと、で、2個目に調べた ABN アムロがオンラインで開設することもできるし、そのサイトも英語対応してたから、自分たちとしても使いやすいっていうのがあって、それでこの ABN アムロにすることにしました。なんか利用料とかも口座利用料もさほど差がないし、自分たちが滞在する期間で計算するとなんか別に1ユーロ2ユーロ違うぐらいで、正直それを銀行にわざわざ近所にない ING の窓口に行こうとするだけで、正直トラムに乗ったらもう1回で損しちゃうぐらいの金額の差だったから、で ABN アムロだったらそのオンライン開設っていうのは開けたいですっていうので必要な情報とかをインターネット経由で売って、で何日かすると自分が記入した住所にバラバラに書類が届いて、デビットカードだったり暗証番号だったりとか、なんか必要な書類が4つ封筒で届いて、で全部揃ったら自分でパソコンとかを使って開設するっていう流れだったから、1週間かかんないでできたよね。そうだね。手紙もオンラインでまず登録した後2日くらいで最初の手紙が届いて、でまた数日後にカードも届いてアクティベートしてっていうのが、本当数日で簡単にできたし、そんなわざわざね、そのサポートセンターに連絡するっていうようなこともなく、自分たちだけで開設できたから使いやすかったよね。なんかすごいセキュリティ厳重だなって思ったのが、なんか名前忘れちゃったけど、ちっちゃいこういう端末カードを認識できる端末が銀行から送られてくるんだけど、その端末を使わないと自分のパソコンとかスマホのアプリと連携できないようになってて、だからすごい厳重だなって思ったし、なんか駐在員だったりそういう
大学の機関とかが提携するような銀行みたいで、そういう意味ではオランダ国内でも信用の高い銀行っていうのもあるみたいだから、おそらく使いやすいかとで使い方はもうイメージしてた通り、なんか50ユーロ以下とかであればタップして支払いできるし、50ユーロ超えるのであればこうピン番号を打ってっていうような、でそんな不自由しない使い方だから、でアプリも全然使いやすいし、早速ねスーパーでめちゃくちゃ活用してるもんね財布の紐が緩まないようにしなきゃいけないのが課題だけど、銀行を開設しましたっていうアップデートと、なんでそれを選んだかっていうお話でした。解説についての細かいやり方っていうのはブログの方でこれからまとめていこうと思うので、ぜひそちらもご覧ください。じゃあバイバイ。